こんにちは、こんばんは、井原葵です。今日から新しい企画を始めることにしました。その名も井原ラジオ。井原ラジオはですね、井原葵がラジオをする、井原とラジオを合わせて井原ラジオ。そのまんまやないかって感じなんですけど、私はすごいお話をすることが大好きなので、いつかそういうお話だけをする、企画をやりたくって、でもやるからにはラジオみたいにやりたいということで、こんな感じでヘッドホンだったりマイクを本当にね今つながってるんだけど、こんな感じで、ラジオっぽくやっていきたいと思います。で、井原ラジオはですね、皆さんから募集した質問だったりとか、あとはお悩み相談、私の雑談とか、とにかくお話をする、企画になっているので、夜の寝る前だったりとか通勤時間、あとは暇な時間にね聞いていただければなと思います。で実はですね、これ初めてやるので今すごい緊張していて、うまく話せるかなって不安なんですけど、だんだんね上手になっていけるように頑張るので、最初は温かい目で見ながら聞いていただければと思います。ではね、早速質問コーナーからしていきたいと思います。で、前にインスタのストーリーで質問を募集しました。で、その時には何か言えなかったんですけど、これです。ここでね回答していきますね。で、本当にたくさん質問がもうスクロールができないほど来ました。本当にありがとうございます。その質問をちょっとずつこのラジオで答えていこうと思います。で、今日は、多かった質問だったりとか、厳選した質問を5個ぐらいね回答していこうと思います。では1つ目、素敵な笑顔の秘訣は何ですか？素敵な笑顔、ありがとうございます。素敵な笑顔ね、自分でもあんまり意識にしてなかったけど、とにかくほんまにお話しすることが大好きなので、私はいつもしょうもないことから真剣なことまで何でもお話ししてます。普段はね YouTube とかやったら一人で映ってるから一人で喋ってんのって思われがちなんですけど、カメラマンだったりとかスタッフさんだったりとか、あとマネージャーさんとか、とにかくいつも誰かとはいるので、その誰かに本当にしょうもないこととかを言っていつもそれおもんないからって突っ込まれて、逆におもろいみたいな毎日です。そんなねしょうもないこと言ってると自然とここの方が上がっていったりとか、あとはなんだろう、でも私本当の性格で言うとすっごいネガティブだし、すっごいへこんじゃったりとか、とにかく気にしいで考えすぎちゃう性格なんですけど、でもやっぱ前に立つ時はねそういうところを出すべきじゃないと思っているので、落ち込むことが悪いことじゃないし、本当に落ち込む時はしっかり落ち込むんですけど、でもそれを引きずらないってことがいいかなと思ってるので、落ち込む時はしっかり落ち込んで、その後は美味しいものを食べてハッピーになったりとか、もうとにかく喋ることがね楽しいことなので、私にとっては。なので何したいかとか、とにかく自分の中でワクワクすることを話して、ると自然と笑顔になるんじゃないでしょうか。でも1日って24時間しかないし、ネガティブなことを考えて落ち込んで頬が下がっちゃうってなるよりかは、落ち込むときは1時間落ち込んで、その後はもう頬が上がるような楽しいことを考えた方が、やっぱりその1日ってその瞬間しかないので、どうせ同じ時間を過ごすならハッピーに過ごしたいなと思うので、そうやってやってると自然と笑顔になるんじゃないでしょうか。無理やりね笑顔になる必要性はないと思いますけど、自分が、笑顔になるためには、自分にとって何が楽しいことなのかなって考えていくと、自然とそうやってつながっていくと思うので、そういう考えをしてみてください。次、ストレス解消ってどうやってやってますか？これ笑顔の秘訣はと似てるんですけど、私は結構本当に喋って食べて寝てストレス解散って感じ、ストレス解散じゃストレス発散ですねなんやねん解散ってミスっちゃった。そんな感じなんですけど、ストレスを意外と体で分かっちゃいます。忙しかったりとかして、もうストレスを考える暇がないぐらいになっちゃって、体がねボロが出ちゃったりとかして、今めっちゃ自分ストレス感じてるんやみたいな風になるタイプで、なので自然と喋って消化してます。嫌なこともこれが悲しいってもう泣きたい時は泣いたらいいと思うし、嫌なことはもうとにかくためずに、もう嫌だっていうのをやっぱ家族だったりとか、信頼してる仲間だったりとかにお話をして、そしたらもうでも悲しいけど喋ったからもう大丈夫みたいな感じで、生き返るタイプなので、そうやってストレス発散をしています。食べ物に走りすぎちゃうともう暴飲暴食になっちゃうので、とにかく喋って寝てっていうことですかね。
次の質問、どうやってショップ店員からモデルになったんですか？ですね、まず、説明すると、私はもともとバロックジャパンリミテッドっていうアパレル会社で働いていました。それが、高校2年生の時にスカウトされて、高校卒業してから入社して、18歳から、店員さんをしていました。で、高校生の時にね、モデルって言えるほどではないんですけど、ウェブのアパレルの撮影をしたりとか、撮影をとにかくしたりとかっていうぐらいなんですけど、ちょこっとモデルみたいなことをしていて、それを知った上での、スカウトだったので、外部の、アパレル店員じゃないモデルの撮影も、しながら、アパレル店員もしながらっていうところからスタートして、で私はロデオクラウンズっていうブランドで働いていたので、ロデオのねビジュアルスタッフに選んでもらって、それが18歳の時かな、入社してすぐだったので、そこからビジュアルスタッフとして頑張り始めて、関西から関東に通うっていうことを1年半ぐらいかな、ずっとしてました。月に1回ぐらいあったので、本当に朝早くから新幹線に乗ってっていうのも今では思い出なんですけど、そういうことをしていて、そしたらですね、私が働いていた、建物が古すぎて解体みたいな感じになって、みんなお店がね全ブランド撤退になってしまって、そのタイミングで、私は東京に上京したっていう感じです。で、東京に上京するにあたって、やっぱりこうビジュアルスタッフとしてやっていく、アパレル店員としてやっていくってなった時に、私はアパレル店員だからアパレル店員しかできないとか、モデルだからモデルしかできないっていう、なんかこう肩書きにとらわれた人になりたくなくて、なんて言うんだろう、そういう特化していることが悪いっていうわけじゃないんですけど、私はいろんなことにね興味があったから、いろんなことをできるような人に、井原葵として必要とされる人になりたいっていう気持ちがすごく強くて、それをもともとずっとそういう会社の方に相談していて、そしたらそういうことを受け入れてくださって、じゃあアパレル会社だけどそういうモデルをやることを、受け入れようっていう会社が体制になってくれて、モデルとして、もお仕事させていただくようになりました。なのでマネージャーさんがいたりとか、そういうチームができたのは、東京に上京してからですね。それまでは会社の、仲間だったりとか店舗の仲間がすごい支えてくれてっていう感じで、モデル業もできるようになりました。でモデルとしてお仕事を必要としてくれたきっかけはですね、やっぱ SNS を頑張ったっていうか、ビジュアルスタッフとしてたくさんの方にロデオを知ってほしいと思って、SNS をね始めたんですけど、そこをきっかけにたくさんの方が見てくださって、モデルの、依頼が私に来るようになったっていう感じですかね。東京に上京してね、もうすぐね2年経つんですよ。4月1日で2年なんですよ。もうあっという間すぎて、しかもすっごい濃い2年間だったから、もう東京上京したのがこの前のような、感じなんですけど、1年ごとに少しずつこう右上に、なっていければなって思ってます。まだまだなんでね、これからもちょっと頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ次の質問。肌荒れをした時、ニキビができた時どうしてますか？この質問は普段からたくさん、来るんですけど、私本当に肌が強くて、なんて言うんだろう、ニキビができにくい体質です。ただすごく乾燥肌だし、逆に色が白くないので、そういうところのケアだったりとか、ニキビができてない、じゃあイエイスキンケアサブるとかではなくって、そういうできにくい肌作りだったりとか、できた時がすっごく落ち込んでしまうので、そうならないように日頃からスキンケアにはとにかく時間をかけています。そうするとなんて言うんだろう、やっぱりニキビができたりとか、そういう肌荒れしちゃうっていうのはすごく乾燥が原因のことも多いので、私乾燥肌だからとにかく保湿で、保湿を普段からすることを心がけていることと、できたら私は、なんかねプツプツ、その時にも言っちゃうんですけど、今は花粉症とかでこの辺がただれちゃうこともあるんだけど、花粉症はもう仕方がないから、とにかく触らない。あとはマスクもしちゃうから、こういう吹き出物とかが、出やすくなったりとか、女の子だったらね、そういう女の子の時期とかにこうできちゃうこととかあるじゃないですか。そういうのは、とにかく触らないっていうことと、あとはね、私はマキロンを塗ります。
でこれ話したことあったかなわからないんですけど、私の母親も全然ニキビができない体質で、そこは遺伝なんですけど、でも年を取ってからここにプチってできたりとか、ここにプチッとかできたりして、お母さんもねすっごい落ち込んでるんですけど、こんなん消毒液塗っとったら治るねとか言って、私の母親は、コットンに消毒液をつけてペペペペって塗ってます。でもそしたらほんまにすぐ治るんよ。で私もだからニキビができたら、もう消毒液塗っとったらええねんとか言って消毒液を塗ります。そしたらなんか母親曰くこうばい菌がここにあるのが一番あかんから、もう消毒しとったらオッケーオッケーとか言って、関西の母親なんでねこんな感じなんで、そうすると治ると思うので、とにかく、それはもう肌は人それぞれなんですけど、私の直し方はマキロンです。やってみてでも塗りすぎ注意なので、本当にちょっとコットンに含ませて、ちょっとそこを置いといて外す、あとは触らないが一番ですって感じですかね。では最後の質問に行きたいと思います。今どんなお仕事をされているんですか？今はですね、さっきの質問とちょっと似ちゃうんですけど、モデルのお仕事だったり YouTube、インスタとか、SNS 周りのお仕事だったりとか、いろいろねお仕事させてもらっています。イメージモデルだったり WebCM とかもさせてもらったりとかしていますね。で今後 WebCM とかいろいろさせてもらったことのご報告とかあるので、それはまたねおいおいご報告していくので楽しみに待っていてください。でそういえばそうだ、今3月なんですけど、3月のまだ3週目ぐらいかななんだけど、この動画を公開するまでにやってるか分かんないんだけど、3月の末に実はですね本物のラジオのお仕事があって、これ今日練習やなって感じなんですけど、そういう感じでラジオにも出させていただいたりとかっていう感じですかね。本当にいろいろマルチに、必要とされるときはしております。はいって感じで、でも今後はもっとそういうモデルのお仕事もこう頑張っていきたいな。イメージモデルもそうだし、ファッションのお仕事もそうだし、あと雑誌も多いですね。今日も一つ雑誌の打ち合わせで、もうとっても嬉しい雑誌なんですよ。もう私が本当に一番大好きな雑誌になんとって感じなので、またそれもぜひ楽しみに待っていてくださいって感じですかね。質問答えたんですけど長くなっちゃいました。もう話したいことがたくさんすぎる。これほっといたら私多分1時間ぐらい一人でずっと喋っちゃうんで、質問コーナーは、この辺で終わりたいと思います。では続いてのコーナー、葵の雑談。今日の雑談ね、何しようかなって考えてたんですけど、1回目の動画だし、何がいいかなって考えてたんですけど、今日は、私が最近ハマっているこのピンクのアイテムについてお話ししたいと思います。私の中で好きな色で言うとピンクとか白とか赤とかが好きなんですけど、それは好きな色としてはね好きなんだけど、ファッションで言うと白とか黒とかベージュとかが私の中では多いんですけど、最近ねファッションもすっごいピンクに目がいくんですよ。でもピンクって一回着るとまたピンクっていう印象になっちゃうやんか。だからこれ初めて着たんですけど、チャンピオンの古着です。可愛くないこれ？なんでちょっと今日はスポーティーな感じだから、こうなんて言うんだろう、アクセサリーとかをこうちょっと目立つようなものにしたり、髪の毛は女の子っぽくポニーテールで、これは湯沢屋でね自分で紐買ってリボンにしたのよ。湯沢屋って関東にもある？これ神戸に帰った時に買ったからさっていう感じで、最近は私ピンクにハマっているという雑談でした。この辺のピンクがいいの？こんな感じのピンクがいいの？なんか可愛いのあったら教えて。ちなみに今日はそれに合わせてちょっとぷっくりな、リップを塗ってるんやけど、これですね、ディオールのアディクトリップグローオイルの012番ローズウッドっていう香りちゃうリップを塗っているので、よかったらみんなも見てみてくださいという私の雑談でした。次のコーナーの雑談また考えてこう。それでは最後のねコーナーに行きたいと思います。お悩み相談。この、ラジオでは、1ラジオにつき1お悩みにお答えしていこうと思っております。今回のお悩みは、自分に自信を持てません。どうすれば自分に自信を持ち自分を好きになれますかっ
っていう、お悩み相談なんですけど、そうだな、私も自分に自信があって自分のことが好きですかって言われると、正直コンプレックスもあるし自分の好きじゃないところもいっぱいあるしって感じなんですけど、でもそれを出さないようにしています。なんて言うんだろう、それを前には感じさせないようにしているというか、もともとそういう考え方だったわけじゃないんですけど、ちょっとね過去のお話をすると、私小学生の頃は学校の授業とかで手を挙げるのも嫌なぐらい恥ずかしがり屋で、おしゃべりなのはもう生まれた瞬間からもう私の家系なんですよ。これはもうおしゃべりなのはね、もうずっと代々おしゃべりが生まれ続けられてるんですけど、だからそうなんていうんだろう、喋ったらめっちゃ喋るんですけど人前っていうのが無理だったの。だから絶対授業とかもいやいやって言ってたしって感じだったんですけど、小学校のね 3,4 年生ぐらいの時にチアガールを始めるんですよ。それもなんか内気やった、なんて言うんだろう、こう人前嫌やみたいなタイプやった私にお母さんがこう体験行ってみたらみたいな言ってくれて、行ったらすごいもう世界が変わったというか、すごい自分の心に刺さったことがいっぱいあって、チアガールって一応スポーツなんですよ。私運動神経めっちゃ悪いんですけどチアガールだけはできててなんかチアガールってスポーツってさ応援されるスポーツスポーツって応援される側やんか。だからチアガールは応援する側のスポーツで、唯一そういう頑張ってる人たちにエールを送ったり映画を送ったりっていうのが、チアガールのいいところで、合言葉が笑顔元気思いやりっていう3つの、ね、合言葉があって、それがすごい自分の中でなんだろう、前に出て人に元気与えられるんやっていう自信につながって、そこからちょっとずつその前に立つことが嫌になって自分が変わっていったというか。で中学の時は私ジャズバンド部やったんでトランペットしてたんですけど、トランペットも一人でソロっていうのがあるから一人でペロロロロロロンって吹くところがあるんですけど、そういう時ってさ大勢の観客の前で一人なのね。なんかそういうところでまた人前に立つこう免疫力がアップしたというか、なんかそういうのがどんどんなってって、高校生で、モデルというか、そういうことを始めて人前で立ったりカメラを撮ったりみたいなのが始まったんですけど、なんかでもずっとそれでじゃあうまくいってきたかっていうとそうじゃなくって、モデルを自分がするとも思ってなかったし、今こういう仕事をしてるなんて、高校生の時はね思ってなくって、子供が好きやから保育士さんになってると思ってたんですよ私は。でもそういう進路決めるってなった時にモデルのことをしとって、でも今しかできひんなと思ってこういう道を選んだんですけど、じゃあアパレル店員になってた時に、ビジュアルスタッフだけでいいかなって、もうモデルとかそういうなんかこう表に立つこといいかなみたいな、店員さんでってなってこう落ち込んでった時期があって、上京する前にね。でもやめようかなみたいな、こういう前に出る仕事ってなってた時に、その時の店長がいやいやまだ頑張れるんちゃうって諦めるんまだ早いんちゃうって言ってくれて、すごい自信もなくって落ち込んでた時あったのね。それがもうなんかこうもうダメやみたいな。でその時にでもやっぱこういう仕事をしたくてもこううまくできひん子もいっぱいいるし、なんて言うんだろう、ビジュアルスタッフをやらせてもらってたから、ビジュアルスタッフにもなりたいけどなれへんって子もいっぱいおるし、あんたはまだそうやって一生懸命できるチャンスがあるんやから頑張らなあかんのじゃっていう言葉だったりとか、あとはなんかこう支えてくれる仲間がいっぱいおるんやから、なんかそこは任せて、なんか今自分がやりたいと思っていることを頑張りなさいっていうことを背中を押してくれて、はって目が覚めたっていうか、その時ってめっちゃマイナスで自分に自信も全然なくって、本当にこんな感じに日々なっていたんですけど、そうやんな、やっぱり店員さんってビジュアルスタッフだからモデルだからとかじゃなくって、やっぱり人と接客をしてこう元気になってもらって帰りたい、ただお話をするだけでも洋服を選ぶだけでも、楽しくさせられることが店員さんのいいところやと私も思ってたから、いろいろと目が覚めてこのままじゃいかんってなった時に、前に立つ仕事をするんだったら前に立つ時に自信がなかったりとか、自分が好きじゃない、もう嫌ですっていうよりかは、自分のいいところをちょっとでもうまく見せれるようになった方がいいなって変わったので、考え方が。で
なんか、私が大切にしていることの一つなんですけど、やっぱりこうコンプレックスがあって当たり前やと思うし、なんていうんできないことがあることって当たり前やと思うのね。でもなんていうんだろう、でも自分にはできることも一つはあると思うの。だからそこを伸ばしてあげる。そうするとちょっと1ミリだけでも自信がつくのね。できるようになるとさらにできたっていう、そのできたが自信につながっていくから、今できなくてとか自分がここ嫌やって悩んでいるところをどんどんこう悩んだり、できひんことを何回もできるようにするっていうよりかは、自分がちょっとできるな、これやったら頑張れるかもっていうところを一生懸命やってみて伸ばしていくことがちょっと自信を持てる、近道になると思うので、このお悩み相談をしてくださった方の自分の中でちょっとここには自信持てるんじゃないかなっていうところをまずは伸ばすっていうことをやってみてほしいです。で、自分を好きになるっていうことってすごい難しいというか、でも自分をね一番知ってあげてるのだったりとか、それは顔の見せ方もそうだし心のこともそうだと思うんですけど、自分を好きになるにはやっぱ自分を理解しないといけないけど、自分の理解者ってやっぱ一番は自分やと思うので、自分の心に素直になったりとか、私はどう自分を好きになったりとか、自分に自信を持つためには、じゃあ可愛く、やっぱ前に出る仕事やから可愛く思われたいし漏れたいやん。だからコスメとかでまずはメイクを勉強したりとか、じゃあ自分の顔にはどれが合うのかとか、そういうことで自分に自信をつけていこうと思って、どんどんコスメの勉強もしたし、どんどん自分に合うものを見つけていくようにした。そうしたら自然と自分に合うメイクがもう今ではこれは合う、これは合わへんだったりとか、眉毛もそうやけど、もともと確かに眉毛にこだわりはあったけど今ほどはなかったのね。でもやっぱ見られるっていうことをどんどん増えていくうちに、そこに対して顔に自信がない、やばい、どうやったら可愛くなれるんだろうってなった時に、いろんなこだわりが出てきたのは、それをきっかけだったっていうか、やっぱ可愛くなりたいから、可愛くなるためにはっていう努力をしていくと、自然とちょっとした気持ちのねプラスアルファが出てくると思います。最初の質問コーナーにもあったけど、やっぱり笑顔の話もそうなんですけど、やっぱりネガティブなことを、たくさん考えてしまうっていうよりかは、ちょっとでも自分がやっぱり背伸びもしたいし、可愛く見られたいのは別にモデルだからとかこう前に出てるからとか関係なしで、そうやってさこう楽しくいたいやんか。でそう考えるには、そうやってそういう考え方、まず考え方をちょこっと変えると、私も最初からそんなことができたわけじゃないし、もっともっとこういう風になりたいだったりとか、こういう風にしたいって思ってることはたくさんあるので、私もステップアップっていう感じなんですけど、最初のきっかけはそんな風に考えることができたので、そのやり方でぜひやってみてください。一気に自信なんか出てこないし、受け入れることってできないと思うんだけど、でも考え方次第でこうちょっと楽しくなってきたかもとか、そういう風にモチベーションが上がっていくから、そういうことをやってみてください。はい、そんな感じですかね。話しすぎちゃった？これ大丈夫？このラジオどうですか皆さん。最初オープニングいつもはですね、いつもの動画はね、皆さんこんにちは、あおいです、はーいっていう挨拶をしてるんですけど、このラジオは全然違う企画にしたいなと思っているので、こんにちは、こんばんは、伊原あおいですというちょっと静かめにやってみたんですけど、何かねこの挨拶いいんじゃないですかっていうワードだったりとか話し方とかあれば、ぜひコメント欄でお待ちしております。で、次のコーナーのこの伊原ラジオ2第2弾とかの質問はですね、前の質問がたくさんあるので、そこからも、もう一回選ぼうかなと思ってるんですけど、この YouTube のコメントに例えば質問だったりとかお悩みとかがある方も全然書いていただいたら、そこも見て、そこからも選ばせていただくので、ぜひたくさんのコメントお待ちしております。それでは、今日はこの辺でそろそろ終わろうと思います。初めての伊原ラジオ、改善点がたくさんあると思うんですけど、だんだんね上手くなっていけるように頑張るので、また次回も楽しみに待っていてください。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。次回のラジオで
お会いしましょう。バイバーイ。井原葵がラジオをする井原ラジオを合わせて井原ラジオです。そのまんまやないかって感じなんですけれども、またマイクが途切れ途切れになるよ。お顔もやっぱ大丈夫やね。この辺はあかんけどってなるけど、なんでやねん。